皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一音名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年10月18日に福島県で開催されましたフェスライブアズマ2025の Day1 に参戦してきましたので、その模様をレポートさせていただきます。といってもいつも通りですが、基本バンドメイドを見るためにフェスに行く感じですので、他のアーティストのレポートは薄々なのはご了承ください。今回バンドメイドがこのライブアズマ2025へ出演するという情報が発表されて、チケットを申し込むと同時にホテルを取ろうと思って探したのですが、会場があるあつま総合運動公園の最寄りの駅となる福島駅周辺で手頃なホテルはすでに全然入っていませんでした。しかも福島駅は福島空港からはかなり遠いですし、東海道新幹線と東北新幹線乗り継ぎで行くと時間もかかり、費用も非常に高額になりますし、空路も陸路もいい感じなのがなくてどうしようかと悩んでいた時に、仲良くさせていただいているお名手様のポーおじさんから魅力的な誘いがあり、それに便乗させていただくことにしました。ポーおじさんはご存知の方も多いと思いますが、海外お名手様の日本でのアテンドをよくされていて、大勢の海外お名手様と知り合いで、日本人お名手様との橋渡しもされているバンドメイドの世界征服にすごく貢献されているお名手様です。プーと発音するのが正解という噂もありますが、私はポーさんと呼ばせていただいています。それでそのポーさんの誘いというのは、関西空港から福島空港ではなく仙台空港にまず行って、そこでレンタカーを借りて途中の白石蔵王にホテルを取って宿泊し、そこからそのままレンタカーで会場へ行って、フェス終わりでホテルに戻ってきて宿泊し、翌日レンタカーで仙台空港まで戻って返却して関西空港へ戻るというプランです。仙台空港なら私がいつも使っている LCC のピーチが就航しているので、コスト的にも助かる感じなので、このプランに乗らせてもらうことにしました。ということで、前日10月17日の昼前に自宅を出発し、関西空港でポーさんと待ち合わせて、14時45分発の仙台空港行きのピーチでまずは仙台空港へ向かいます。私的に昨年までは一度も東北地方に踏み入れたことがなかったのですが、これで今年だけで3回目の東北地方遠征です。今年だけで3度目となる仙台空港に16時過ぎに到着しました。空港近くのレンタカー店でレンタカーを借りていただいて、今回宿泊予約を取っているベネシアンホテル白石蔵王へ向かいます。人生初の東北地方でのドライブは新鮮で、なかなか味わい深かったです。1時間ほどでホテルに着きまして、チェックインして、ベネシアンホテルから合流したお名手様のコアトメイトさんと共に3人で前夜祭を楽しみます。仙台牛の焼肉屋さんで楽しく晩飯談義をして過ごさせていただきました。それでいよいよ18日当日、ホテルのロビーで8時半に集合して、レンタカーで会場となる東総合運動公園を目指します。駐車場はメイドさんたちの出演が決まった時点で、会場隣の大駐車場は満杯で、臨時駐車場しかチケットが取れない状況でしたので、少し会場から離れた臨時駐車場に車を止めて、そこからはシャトルバスでライブアズマ会場へ向かいます。ということで、会場時刻である10時ちょうどくらいについにライブアズマ会場へたどり着きました。そもそも私的にフェスに参戦しだしたのは昨年2024年からですし、東北地方に足を踏み入れたのは今年からですので、福島県も初めてですし、当然ライブアズマは初めてです。メイドさんたちも初めてということを小鳩さんがライブアズマのインスタで言ってましたね。バンドメイドのギターボーカル小鳩ミクです。ぽー。なんとバンドメイド初となるライブアズマの出演決定しました。ぽー、嬉しいです。ぽー。そして私たちにとって福島で初のお給仕となります。初めての福島のお給仕でライブアズマフェスに出れることができて本当に嬉しいですし、福島の美味しいものもいっぱい食べるのを楽しみにしてます。最高のお給仕にしたいと思います。皆様会場でお会いしましょう。ライブアズマは福島の復興と活性化を目的として2022年から開催された新しいフェスで、今回が4回目ということらしいです。メインとなる会場は東球場の東ステージと公園内の森の中にあるパークステージの2カ所ということで、比較的小規模なフェスです。あとライブアズマは食フェスも兼ねているということで、これまで行ったフェスの中ではダントツで食に気合が入っているというか、いつもフェスで見かける屋台ではなくて、多分地元のお店なのか、とにかく美味しそうなものがいっぱいあるのも楽しみでした。それでまずはリストバンド交換所に行ってリストバンドをつけてもらって、トイレに行って準備を整えます。メイドさんたちは東ステージで15時半からですので、とりあえずメイドさんたちが出演する東ステージを確認しに行くことにします。10時会場だったのでそんなに遅くなかったと思いますが、東ステージへの入り待ち行列がめちゃくちゃできています。多分500人以上は並んでたと思います。最後尾に並んだのですが、後ろにもどんどん列ができていきます。
それで少し気になったのが、私のこれまでのフェスの経験では、野外フェスに来る女性って基本スポーツファッションとかが多くて、短パンだったりパンツで来る人がほとんどだったと思うのですが、この日の並んでる女性たちは普通の可愛い感じのファッションでミニスカートとかの人が多くて、ひょっとしてメイドさんたちの2つ後の INI さん目当ての女の子たちではないのかとちょっとビビりました。結論から言うとその予想は正しくて、18時からの INI さん目当てで10時の会場に並んでる女性たちでした。8時間耐えるということですよね。熱量がすごすぎます。そんなことを思いながら30分ほど待って、いよいよ東ステージに入ります。ステージは球場なわけですが、すでに前方はパンパンでぎっしり人が埋まっています。フェスなので真ん中でエリアが区切られてますので、リサさんと小鳩さん側になる下手ブロックに入ってみました。まだメイドさんたちのステージにはだいぶ時間がありますので、若干後ろ目で様子を伺います。ステージは上手下手の端っこの方にも行けるように細い通路みたいなステージもある感じでした。それで少しすると福島のラジオとかテレビのアナウンサーの方が司会で出てこられて、モッシュやサーフは禁止ですよとかの注意事項を話してくれるのですが、野外フェスでそれは守られないだろうなとか思いながら聞いてました。あと地面が人工芝なのが良かったです。足にも優しいですし、砂ぼこりが舞ったりもしませんし、最高でした。そうこうするうちに11時くらいになりましたので、最初のアーティストである一周さんのステージが始まりました。私は知らなかったのですが、後でネットで調べると、オーディションで選ばれた日本の4人組ガールズグループで、この日は3人しかいなくて、リンさんという方が来れなかったみたいですね。でもみんな可愛くて、ダンスも歌もうまいし、なんといっても楽しそうに歌って踊ってたのが良かったです。細長いステージを使って下手の方にも来て盛り上げてくれてまして、めちゃくちゃ可愛かったですね。MC での喋りも良かったです。一周さんのステージが終わって、ここで私は別行動を取る形にして一旦東ステージを出ました。再入場にどれくらいかかるかわからなかったので、近くにあった屋台で全然福島らしくはないのですが、チーズステーキサンドっていうのが美味しそうだったので、それとバドワイザーを頼んで腹ごしらえをし、再度トイレに行ったりタバコ吸ったりして準備万端で再度東ステージに入りました。再入場はあっけないくらいすぐに入れました。会場に入るとザ・オーラル・シガレッツさんのステージが始まったところでして、下手の端っこの方で見ることにしました。オーラルなので当然モッシュとかサーフやるわけですが、今回は上手側だけでやってたみたいです。でもそんなのに慣れてない INI さん目当ての最前管理の女性たちとちょっとトラブルになったみたいで、ボーカルの山田さんが女性たちを気遣って、どっちも譲り合いの精神で楽しもう、騒ぎたいやつは後ろで騒げみたいに言って、その後は後ろの方でモッシュしたりしてたのがなんかかっこよかったですね。最後の山田さんの弾き語りは心に染みました。それで大盛り上がりでザ・オーラル・シガレッツさんのステージが終わって、ちょっと前に行こうと思ったのですが、上手下手を分ける柵が真ん中ではなくて結構下手寄りだったのが分かって、ここで上手側に移動することにしました。すると知り合いの名手様たちがいっぱいいたので、挨拶とかしながら前へ行こうとしたのですが、下手側よりも大勢の INI さん目当ての最前管理女子グループが多くて、10列以上固められてました。アイドル系はそもそもコンサートのチケットも取りづらいですし、最前なんてめったに行けないはずなので心情は理解できます。それでとりあえず女性たちに囲まれながら、メイドさんたちで言うと明朝前の20列目くらいに入りました。13時10分になって次のヘイ・スミスさんのステージが始まりました。私的には全く知らず初めてだったのですが、トランペットやトロンボーン、サックスといった管楽器隊がおられて、めちゃくちゃ迫力ありました。上半身裸がベースなのか、乳首のところに黒いテープを貼ってられたのが面白かったですね。サックスの方は最後取れてましたが、それで少ししたら私がいるところのすぐ右側の5列くらいの幅でモッシュになって、サーフとかリフトもやったり踊りまくったりして超盛り上がってました。でもそういう盛り上がりは上手のその5列だけで循環するような感じでまとまってましたので、ちょっと気も使いながらやられてたように思います。フェスでは通常の光景ですが、 INI のファンの方はかなりびっくりしてたみたいです。ステージ終わりで前方へ行こうと思ったのですが、あまり前方が履けない感じでした。それでもなんとか隙間を見つけて前へ行って9列目くらいにたどり着けました。周りは女性ばっかりでぎゅうぎゅうな感じなので、手を胸のあたりに上げて直立不動です。覚悟を決めてこの体勢で次の思いの丈さんのステージを見ることにしました。思いの丈さんは名前は知っていましたが、見るのも曲を聴くのも初めてでした。
歌がめちゃくちゃうまいのと、ファルセットが綺麗なのが印象的でした。あとベースがピック弾きなのがなんか親近感湧きました。ザ・オーラル・シガレッツさん、ヘイ・スミスさんと激しいステージが続いたので、思いのたくさんの落ち着いた感じのステージが逆に新鮮な感じでしたし、めちゃくちゃ良かったです。それでドラムが下手の前方に設置されていて、ドラムの方もすごくよく見えるのですが、いつかあーちゃんもこれやってほしいなとか思いながら見てました。それで思いのたくさんのステージが終わって、いよいよ次はメイドさんたちのステージです。満を持して前方へ行こうと思ったのですが、前方は本当に全く誰一人履けません。多分朝からずっと前方をキープされてたんだと思いますので、疲れて座り込まれている感じです。それでも次終わったらすぐいなくなりますのでとか言って譲ってもらいながらなんとか前へ入っていきます。幸いなことに知り合いのお嬢様お名手様が前にいてくれましたので、女性と女性ということで INI ファンの女性たちに優しく交渉しながら少しずつ前へ入っていきます。私はその後ろについていって5列目くらいにまで行けました。譲っていただいた INI ファンの方と前を切り開いてくれたお嬢様お名手様に感謝です。それで待っている時にお嬢様お名手様と最前までたどり着いた知り合いのお名手様が周りの女性にバンドメイドを宣伝しまくってくれてまして、後ろから見えてしまったのですが、その INI ファンの方は早速バンドメイド東京のページを見てくれてましたね。それでステージにメイドさんたちの機材やお立ち台が並べられてきて、いよいよという感じで盛り上がってきます。なんといっても2ヶ月以上のバンメルスというかお給仕ロスで飢餓状態のところにテーブルに料理が並べられてきた感じです。そこにいつも通りまずあーちゃんがサウンドチェックのためにステージに出てきて、あーちゃんの歓声が起きます。実は待っている時に最前列にたどり着いたお名手様が周りの女性たちにハードロックなので音とかも大きいし圧縮とかもあるかもしれないので気をつけてくださいねみたいに注意を促してくれていたので、多分その女性たちはいかつい感じのバンドをイメージしていたのか、あーちゃんが出てきた時にあれ思ってたのと違うみたいな反応で可愛いとか言ってくれてまして、私も周りのお名手様たちもなんかほっこりしました。でもあーちゃんがサウンドチェックでスネアロールしたりタム回ししたりバスドラをどこどこ鳴らしたりしたらあまりの迫力にちょっとビビられてましたね。それで一旦あーちゃんがはけてすぐにメイドさんたち全員がステージに出てきます。お名手様たちは当然大歓声で迎えますが、 INI ファンの女性たちも可愛いとか髪きれいとかのいつものでしょでしょの反応をしてくれます。私の隣のお嬢様お名手様も INI ファンの女性にバンドメイドの啓蒙活動を思いっきりされてました。一通りサウンドチェックをして、ついにあーちゃんのドラムフィルからリハーサルの1曲目となるダイスが始まりました。乾ききった体に一気にメイドさんたちの養分が染み渡っていく感じで、これこれっていう幸せな気持ちにもなって手を振り上げておいおい叫びます。もう周りの女性たちが気にならない感じになってしまって、担当の時にちょっと肘が当たってしまって謝ったら、石頭なんで大丈夫ですって言ってくれて、なんか温かい気持ちになりました。A メロでの手拍子も前方のお名様たちはこの日はばらけている感じでしたので、多分全員が全力を出す感じで盛り上げて、2ヶ月以上ぶりのメイドさんたちの存在のありがたみを感じながら、B メロでは一泊空けてのちゃんとも楽しんで、サビでは手を振り上げながらシンガロングもして久しぶりの感覚を堪能します。まだリハなんですけどね、リハということでワンコーラスで終了しました。周りの女性たちから好きかもとかかっこいいとか可愛いの声が聞こえてきます。それで結構間髪を置かずにリハ2曲目となるシャンブルズが目の前にいるミンチョの激しいリフで始まって、また思いっきりちゃんとで盛り上がります。もう A メロ B メロでも手を振り上げながら2ヶ月間の隙間を埋めるようにメイドさんのサウンドが体に染み渡ってきます。サビでは手を振り上げたりドバンしたりしながら思いっきり盛り上がって、最後のグイッは青空に向けて思いっきり指を立てた手を上げれたのが気持ちよかったです。感想でまたちゃんとしますが、多分感想で終わるとみんなが分かってたのか、演奏終わりとちゃんと終わりがぴったり合っていて気持ちよかったですね。それで小鳩さんが気持ち下げてほしいポーみたいに言ったのですが、案の定このポーに前列の女性たちがざわついてました。可愛いって声もいっぱい上がってましたが、これも私的にはフェスの時の楽しみなんですよね。でも小鳩さんは当然当たり前のように、小鳩とサイちゃんの声もうちょっと上げてくださいポーとか続けます。なぜか隣の女性がサイちゃんって言うんだって意外みたいに驚いてましたね。その後ベイドラをチェックしたりしてリハ終わりということで、小鳩さんが前に出てきて満面の笑みでお願いしますポーって挨拶して、一旦メイドさんたちはステージアウトしました。
お名様たちからミンチョとかサイちゃんとかミサとかコバトとかの叫びが上がります。まあ私はあーちゃんでした。可愛いとかかっこいいってざわつく INI ファンの女性たちと、それをにやけながらメイドさんたちのことを説明するお名様たちで、フロアは温かい空気が流れてました。すごく若い女性たちに紛れて、おじさんとおばさんが和気あいあいとしている光景はなかなかシュールでした。ここでまた INI ファンの方に前を譲ってもらって、最終的には2列目まで来れました。INI ファンの方に感謝です。少ししてメイドさんたちが再度ステージに出てきて、大歓声と拍手が沸き起こり、いよいよ本番です。私も含めて大歓声とメンバーの名前を呼ぶ声が飛び交います。メイドさんたちが配置について一瞬の静寂の中、楽器がジャーンと鳴らされて大々歓声となり、ついにフェス本番が始まりました。ミンチョのリフが炸裂します。1曲目はなんとスクリーミングでした。もういきなり覚醒状態になってイントロで思いっきり大声出してちゃんとします。前回のフェスサマソニでのラスト曲を1曲目に持ってきた感じです。サイちゃんの悟りは本当に奥深いです。ちゃんとしながら、ああやっと戻ってこれたって感覚になりました。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出します。めちゃくちゃかっこいいです。メイドさんたちもこの観客を前にした演奏は久しぶりだと思いますので楽しそうでした。B メロでは思いっきり手拍子してサビに向けて盛り上がっていきます。それでサビに入ってもう思いっきり入ってる感じで手を振り上げて踊ります。スクリーニングのサビって気持ちいいんですよね。ミンチョも続けてますし、小畑さんもニッコニコですし、サイちゃんも調子良さそうですし、あーちゃんも楽しそうにドラム叩いています。リサさんはいつも通りクールでかっこよくベース弾いてました。感想になってまた高速のチャントで大声出して2メロに入ります。1メロよりも短い A メロから B メロに入って、また思いっきり高速に手拍子で盛り上がって2サビに入ります。サイちゃんの私はここにいるっていうところ大好きなんですよね。知ってくれてありがとうって感覚になります。それで C メロに入ってサイちゃんが歌いながら手拍子を煽ってきますので、 INI ファンの方たちも手拍子をしてくれて、スタンドは一体化して気持ちよかったです。C メロ終わりでミンチョの立ちないでギターソロです。スタンドから大歓声が上がります。久しぶりのミンチョのギターソロを堪能して B メロに入ります。タイミングに気をつけながらちゃんとしてラスサビに入ります。それで私的に大好きな最後の小畑さんとの掛け合いみたいなところも堪能して、よくこんな終わり方思いつくなと思う。信じて新しい自分を始めるで曲終わりとなります。スタンドから大歓声と拍手と最高の声が飛び交います。間髪を置かずに始まった2曲目はなんとノーゴッドです。サイちゃんが雄たけびを上げながら煽ってきますので、ギチギチの前方で周りの女性にぶつからないように気をつけてジャンプしながら思いっきりのチャントで答えます。それで1メロに入って、まずはルールですが、ちょっと INI ファンの女性たちがびっくりしたような反応だったのが面白かったです。もうフェスでのノーゴッドは鉄板なので思いっきり踊って楽しみます。 B メロに入って最後の 1,2,3,4 How we long も頑張って呼び立てながら腕上げてサビに入ります。ジャンプとコール&レスポンスでもう覚醒状態になってきます。それで間奏でまたジャンプしながらちゃんとして2メロに入ります。ふと気づくと目の前にいるはずのに聞こえません。音は聞こえるのであれと思っていたら、細いステージのめちゃくちゃ上手の方まで行ってたみたいです。これ端にいる人は嬉しいですよね。リサさんも下手に行っていたみたいです。2メロだけにあるリズムに乗り込みを我慢バーのところはやっぱり大好きですね。サイちゃんが天まで登ればのところで思いっきり目を向いて指を上に上げるところもしびれます。それで2サビになってまたジャンプしながらのシンガロングで盛り上がりますが、サイちゃんは真剣に移動してましたし、この日のステージは横移動がかなりできるステージだったので、みんな動き回ってくれてたように思います。サビ終わりでミンチョのギターソロになって、サイちゃんのゲッダウンからお立ち台でのミサさんのベースソロです。めちゃくちゃかっこよかったです。もうこの頃になると INI ファンの女性たちもノリが分かってきたのか、お名士様たちと一緒に手拍子で盛り上がります。ソロ終わりからの落ちメロで思いっきり手をかざして、サイちゃんの歌と小畑さんのコーラスに聞き入って、途中から入ってくるあーちゃんのフロアダウンのフレーズとミサさんの味わい深いベースラインを体で感じて、ミンチョのギターフレーズからあーちゃんのトリプルのドラムフィルにつなげてラスサビに入ります。ここは思いっきり手を上げながらヘドバンしながらシンガロングするところですね。もう気持ちよくなってきます。サビ後半は通常通りジャンプしながらのシンガロングです。最後のサイちゃんの気合たっぷりの「We have got you」を聞いて、アウトロで最後のジャンプしながらのチャントです。最後のサイちゃんの「最高ありがとう」で曲終わりです。めちゃくちゃ盛り上がりましたし、久しぶりなので息切れしてハーハーいう感じでしたし、汗も止まらない感じでしたが、ものすごく気持ちよかったです。そこにサイちゃんの歌声が響いてきます。3曲目はチューズミーでした。久しぶりのノーマルのチューズミーです。いきなりだったのでほんの少し遅れて、スタンドはサイちゃんの歌声に聞き入りながら手拍子で答えます。
それでイントロになって気持ちよくちゃんとに切り替えます。このフェスという少しアウェイ感がある中でのチューズミーの安定感というか安心感はすごいです。それで1メロに入って気持ちよく踊りながらサイちゃんのボーカルとバックの演奏を楽しみます。それで B メロでは1拍かけてのチャントになるわけですが、これがまた気持ちいいですよね。それでサビに入ってちょっとジャンプしながら手を振り上げて盛り上がりながらサビを堪能します。2メロに入るとやっぱりミンチとミサさんが入れ替わってくれたり、あーちゃんのところに行ったり、フェスを楽しんでる感じがしてこっちも楽しくなります。それで B メロでまた1拍かけてのチャントを楽しんで、あーちゃんのしびれるドラムフィルからミサビに入ります。もうチューズミーのサビなんてこれまで多分1000回以上は聴いているはずなんですけど、全く飽きないどころか手を振り上げながら恍惚とした感じになってしまいます。サビ終わりでいよいよミンチョのギターソロです。お立ち台でソロを弾くミンチョに大歓声と大声のチャントが湧き起こります。こんなん何遍見て聴いても最高すぎます。ソロ終わりでの落ちメロで手拍子になりますが、やっぱりここのミサさんのベースはしびれます。それでこの日の「I choose you」はサイちゃんが私の遥か後方の上手側を指さしてましたね。それでラッサビでまた手を振り上げながら盛り上がって、最後のポストコーラスのミンチのソロをちゃんとしながら堪能します。それで最後サイちゃんの「I was choose me」で大歓声が上がって吹き鳴らしになります。もうスタンドからは最高とかメンバーの名前を叫んだりして大盛り上がりとなって曲終わりとなります。続けての4曲目はプロテクト U でした。一瞬で遅れましたが、うららららららのシンガロングを思いっきり声出しました。あーちゃんのブラストビートも気持ちいいです。それで A メロに入ってまた気持ちよく踊りながら楽しみますが、もう A メロは静かに始まって B メロでだんだん盛り上がっていく構成は大好きなところです。でもその盛り上がりを一瞬沈める感じのサビ前のブリッジを入れてくるところもミンチの天才によく感じるところです。思いっきり手をかざしてこのサビ前のブリッジを堪能して溜めたエネルギーを爆発させるようにサビに入ります。サビ中の味わい深いミンチのギターフレーズも味わいながら手を振り上げて盛り上がります。サビ終わりですぐに2メロに入りますが、やっぱりこのジャンジャンっていうメロディーは好きすぎます。それで何メロと言っていいのかわからないところに入って手拍子になります。それに続く B メロのあーちゃんのフロアタムのフレーズを感じながらヘドバンして、ミンチョのギターフレーズとミサさんのベースラインも味わって2サビに入ります。サイちゃんも楽しそうに歌ってくれてますし、小本さんもずっと笑顔です。メガイフェスって明るいのでみんなの表情とかもバッチリ見えていいんですよね。プロテクト U に限りませんが、絶対口ずさんでしまうというか、周りに迷惑にならないように大声は出しませんが、一緒に歌いたくなってしまいます。サビ終わりでミンチョのエモエモギターソロです。この激しい曲にこのエモいギターソロがぴったり合うんですよね。ミンチョの才能恐るべしです。ソロ終わりからの落ちメロは手拍子で歌えますが、ここの小畑さんのコーラスが綺麗で聴き入ってしまいます。それでサイちゃんの迫力のロングトーンから息の合った一瞬のブレイクを入れてラッサビに入ります。ラッサビも思いっきり盛り上がって楽しんで、曲冒頭のシンガロングは出遅れがちなのですが、最後アウトロのシンガロングは準備バッチリですので、アウトロでのうららららららはあーちゃんのイントロよりも激しいブラストビートを感じながらバッチリ息の合ったシンガロングで盛り上がります。最後のサイちゃんだけのうららららららは完全にスタンドもステージも静かになって、サイちゃんのうららに響いて曲終わりの大歓声となります。最後の書き鳴らしも終わって一瞬静かになったところでサイちゃんが歌い出します。5曲目はアンリッシュでした。スタンドのお名士様たちからあー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 のシンガロングも加わります。それでイントロになってスタンドからは大声のチャントが響きます。アンリッシュの冒頭静かに始まって、このイントロで爆発する感じ大好きなところです。それで1メロに入ってまたあー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 のシンガロングをしながら気持ちよく踊りながら楽しみます。そういえばフェスでのアンリッシュってリハではやってましたが、本番でやるのって金沢のミリオンロック以来です。そんなことも思いながらサイちゃんの劇場的エモーションからサビに入ります。このサビへの意味は好きすぎるところです。思いっきり手を振り上げて盛り上がって、前方の少ないお名士様たちは私もですが意識していつもより大声でダンダンディディダンダン叫びます。それで感想に入ってまた思いっきりちゃんとしてあーちゃんのかっこいいドラを切るから2メロに入ります。2メロでの小畑さんのコーラスとかも楽しんで2サビに入ります。2サビも思いっきり手を振り上げて盛り上がって2サビ終わりのポストコーラスでヘドバンして C メロに入ります。 C メロでの手拍子は INI ファンの方たちも加わって盛り上がります。それでサイちゃんの Now we go から忍者のギターソロになりますが、その時ちょっと声が裏返る感じになったのでサイちゃん笑ってましたね。で、忍者のギターソロなわけですが、当然スタンドはちゃんとしながら盛り上がってだんだんディディだんだんもう忘れずに叫んで弾けてる忍者を堪能します。ソロ終わりでサイちゃんの劇場的エモーションからそのままラッサビに入りますが、この一連のつなぎもいいんですよね。ラッサビも手を振り上げながら盛り上がって最後のポストコーラスのところでは思いっきり飛ばしてアウトロになります。もう汗まみれになりながらちゃんとして最後のだんだんディディだんだん叫んで曲終わりです。
さえちゃんの笑顔でのありがとうももらいました。6曲目はなんとデイドリーミングです。通常のデイドリーミングは今年2月のエビスリキッドルーム以来ですし、そもそもバラード的な曲はここ最近聴けてなかったので、お名手様たちもざわついてました。フェスでやったのは昨年2024年8月のライジングサンだけだと思います。フェスでは激しい曲ばかり飛ばしてくれるさえちゃんですが、まさかさえちゃんはこの前方を INI ファンの女性たちが固めていることを予期して、ここでデイドリーミング持ってきたのかと思うくらい絶妙の瀬取りでした。私もですが INI ファンの女性たちもさえちゃんの歌声に聴いている感じでしたが、このデイドリーミングはさえちゃんの歌のうまさが際立つ曲でもあると思いますしね。ステージのお名手様たちは横に揺れながらゆっくりデイドリーミングを堪能する形になります。本当に心に染み入ります。サビ前の小本さんのデイドリーミングドリームオブユーがなんかめちゃくちゃ可愛い声に感じました。それでサビに入ってミサさんの味わい深いベースと、私的に大好きなあーちゃんのシンバルのベースも味わって、この最高のサビを堪能します。サビ終わりでミンチの絶妙な感じの感想のアルペジオとミサさんのエモいベースラインを味わって2メロに入ります。2メロはサイちゃんのボーカルとミンチのアルペジオの後ろで軽快に響かせるあーちゃんのタムフレーズが私的大好物です。B メロに入ってアーチャーのドラムフレーズもミサさんのベースもリズミカルになるところも大好きですね。それで普通と言ったらおかしいですが、2サビ後とか C メロ的なメロを挟んでギターソロになる構成が多いと思うのですが、デイドリーミングは2サビに入らずに B メロ終わりでミンチョのギターソロに入るんですよね。この構成は地味にすごいと思っています。それでミンチョのギターソロになるわけですが、このデイドリーミングのギターソロは私的トップ3に入るギターソロです。曲のメロディーとも歌詞ともバッチリ合ったフィーリングだと思いますし、激しさもありつつ繊細な女性ならではのメロディーに感じて、もう最高すぎるソロだと思っています。ソロ終わりの1メロで小本さんのデイドリーミンドリームオブユーからミサさんのベースが入ってきて、あーちゃんのドラムが激しくなって盛り上がっていって、ラサビに入る構成も至高です。最後のさえちゃんの歌に聴いて曲終わりです。さえちゃんのありがとうに大歓声と拍手がありますが、なんかちょっと目に汗をかいてしまいました。ここでさえちゃんのライバーズマン盛り上がってるかーで短い MC に入ります。スタンドからは当然大歓声で盛り上がりを伝えます。で、ここでさえちゃんが自虐的にバンドメイドですが知ってたかーって叫んできて、笑いと歓声と知ってたーって叫びが上がります。あとさえちゃんは続けて声出してくれてありがとうございますみたいに言ってたと思います。それで初の福島でのライブなので楽しみにしてましたって満面の笑顔で言って、続けてまだまだ盛り上がっていけるかーの叫びを上げてきて、スタンドから大歓声で答えます。それでかけ鳴らしになってさえちゃんのいけるかーズマーの叫びで7曲目となるヘイトのイントロが流れていきました。体力を取り戻したおめし様たちの大声なチャントが響きます。1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、このヘイトもハードではありますがメロディアスな曲でもあるので初見の方たちには刺さるような気がしますので、ナイスな瀬取りだと思いました。歌詞はちょっと過激ですけどね。最初からミンチョとミサさんが上手下手のお立ち台、さえちゃんと小本さんは真ん中のお立ち台と全員が前に出てきてくれているので、当然思いっきり盛り上がります。元気いっぱいで踊りながら A メロ B メロを楽しんで1サビに入ります。めちゃくちゃ楽しいです。サビ終わりで感想になってまた思いっきりちゃんとで盛り上がって、2メロ冒頭は手拍子ですね。しかしやっぱりこのヘイトってさえちゃん作詞だからか、まさにさえちゃんの曲というイメージが私的にはあります。ミサさんのベースラインもしびれますね。それで1メロと違ってスムーズに2サビに入る構成もなかなか味わい深いですし、こういう細かい構成というか味付けが曲の中でも飽きさせない工夫なのかなとか思ってしまいます。ダイスとかとは逆のパターンですよね。それで2サビ終わりでさえちゃんの I don't care if you die out からソロパートに入ります。曲始まりから予想していた通り、ミサさんとミンチョのベースギターバトルバージョンでした。真ん中のお立ち台でミンチョとミサさんがお互いにちょっかいを出しながらめちゃくちゃ楽しそうにバトルやってくれてます。後で X のポストを見ると、やっぱりこのバトルはかなり刺さっている方が多かったみたいですし、演奏の上手さも感じてもらえるだろうし、そもそもめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。この楽しそうなミンチョとミサさんを見るとこっちも幸せな気分になります。あーちゃんもめちゃくちゃ笑顔で楽しそうなので、いつも幸せな気分を味わわせてもらってはいますけどね。ソロ終わりで C メロのさえちゃんの歌になって楽しみにしていた小本さんのシャウトを堪能してラッサビに入ります。ラッサビはもう興奮状態で手を振り上げながら盛り上がって、最後アウトロでの I hate you をシンガロングするところでは
いい年したおっさんおばさんのノリを若い女性たちに見せつけた感じで大盛り上がりになって曲終わりです。大歓声と拍手が沸き起こる中、忍者の超絶かっこいいリフがスタートします。8曲目は What is Justice 来ました。やっぱりめちゃくちゃかっこいいです。A メロは渋い感じの展開で、あーちゃんのフロアタブのフレーズが最高です。それで B メロに入って少しリズミカルになるところがまた好きなところです。ここの小畑さんのメイズの時に手を突き上げるのも気持ちいいです。それでミンチョのかっこいいリフから満を持した感じでサビに入りますが、サイちゃんのハイトーンのボーカルが炸裂します。ちらっと横を見ると、サイちゃんのハイトーンボイスに INI ファンの女性たちも驚いているような感じでした。サイちゃんのハイトーンボーカルを堪能して、最後のドンチューからまたまたかっこいいミンチョのリフの感想に入って、スタンドからはちゃんとの大声が響きます。それで2メロに入って、サイちゃんが上手の方に移動して、端っこの人たちにもお姿を見せてましたね。ミンチョは真ん中の年台あたりにいてくれてました。この2メロで1メロと違うテイストになるところも絶妙です。B メロに入ると1メロと同じテイストに戻るのですが、サビ前のサイちゃんの超絶かっこいい白黒割り綺麗を入れて2サビに入るところなんかは、これぞバンドメイドって感じるところでもあります。この曲のサビを歌うサイちゃんは本当に鬼気迫る感じのかっこよさで、女性でも惚れるんじゃないかと思ってしまいます。しかしここまでストレートでかっこいいハードロックって貴重だと思いますし、ハードロックの現在形というか進化形というか、とにかく同じ時代に存在できていることに感謝します。2サビ終わりでサイちゃんの味わい深い歌い方をしてくれる落ちメロに入って、スタンドは手拍子で答えます。小畑さんのリズムギターの機材にも痺れますし、途中から入るミサさんのドライブバリバリのベースも鳥肌ものです。それでサイちゃんの最後のロングトーンにかぶせるように自然にミンチョのギターソロが入ってきます。こういう入り方もこれぞバンドメイドって感じがしています。短いですが存在感のあるミンチョのギターソロを堪能して、絶妙なタイミングでのリフからラスサビに入ります。もうここは本当にアドレナリンみたいなのがドバッと出る感じがします。それでラスサビで手を振り上げながら盛り上がって、最後のサイちゃんのこれまた超絶かっこいいロングトーンと、その後ろで歌う小畑さんの綺麗なコーラスと、あーちゃんの男前なドラムフィルで最高潮に上り詰める感覚になって、これでもかっていう感じで超絶かっこいいアウトロに入ります。スタンドは思いっきりちゃんとで大声出しながら盛り上がりますが、イントロと同じアウトロを持ってくるのはある意味シンプルなわけですが、なんかもっともっと深淵な構成力を感じます。本当にバンドメイドでしか作れない、演奏できないハードロックの現時点の究極系の曲だと私的には思っています。曲終わりのサイちゃんのサンキューがかっこよくて可愛かったです。ざわつくスタンドにミンチョのあのリフが響いてきます。大歓声というか悲鳴みたいな声が上がります。9曲目はドミネーションでした。サイちゃんの行くぞーの叫びからイントロに入って全力のちゃんとの声が響き渡ります。今日やってくれたこのドミネーションとノーゴッドチューズには、私がバンドメイドを発見してから記録しだした2022年のコロナ明けからのセトリで100回以上やってくれている3曲です。当然私もその半分くらいはお給仕で見て聴いているわけですが、本当に飽きないというレベルではなくて、もうお給仕でもですが、特にフェスでは絶対聴きたい曲たちです。日本人にとっての米みたいな感じですかね。ということで A メロ B メロを気持ちよく踊りながら堪能して、先行せよを青空に指を向けて腕を突き上げてサビに入ります。サイちゃんのセイの煽りに出せる限りの大声でハローハロー叫んで気持ちよくなってドミネーションの楽しさを堪能します。サビ終わりでミンチのギターソロ的な感想をちゃんとで答えて2メロに入ります。みんなステージを端から端まで動き回る感じで楽しそうに演奏して歌っています。サイちゃんは私台の前のステージギリギリのところまで出てきて歌ってくれたりしてましたね。2メロの時の小畑さんのコーラスもいい味に出て大好きですね。それでサイちゃんのジャスブリギーンからのところは手を回して歓声を上げながら盛り上がりますが、ここ大好きなところです。楽器隊はあちゃんのところに集まって変顔タイムですね。それでサイちゃんのテイクオーバーザワーから2サビに入る構成も盛り上がるところです。手を振り上げながらハローハロー叫んで思いっきり盛り上がってサビ終わりでギターソロ前のブリッジに入ります。サイちゃんのカカゲロフライザーフラッグに一拍空けてのちゃんとで答えるところも大好きなところです。それで短いミンチのギターソロから落ちメロに入ってまた8000コークせよをサイちゃんと一緒に叫んでラスサビに入ります。ここもいいですよね。ラスサビでもおみえさんは一人一人の音量が必要なので意識して声出してハローハローを叫びます。もう声も枯れて体力も限界が見えてきた感じになったところで最後の D メロに入ります。この状態で味わうこの D メロはめちゃくちゃ心地いいです。それで最後はサイちゃんと一緒にハローハロー叫んでミンチョの味わい深いギターに乗せてのアウトロで思いっきりちゃんとしてライブならではの最後のあーちゃんのかっこいいドラムの締めで曲終わりです。曲終わりの書き鳴らしの中、サイちゃんのありがとうあずま次がラストの叫びが上がります。
ラストとなる10曲目はやっぱりレディートゥーロックです。ミンチョの危機迫るリフとアーチャーのドラムが炸裂します。スタンドからは悲鳴のような歓声が上がります。メイドさんたちもみんな前に出てきてますし、こっちもクライマックスです。もう A メロから手を振り上げて盛り上がります。このミンチョのリフもミサさんのベースもアーチャーのドラムも最高です。もうみんな声出てました。それで B メロに入ってまた味わい深いミサさんのベースとアーチャーのドラムフレーズを堪能して、小本さんの好きじゃないならほらたぎれないをバッチリ見て聞いて1サビ突入です。もうなりふり構わない感じで思いっきり踊りまくりましたし、進化ロングもしましたし、とにかく楽しめました。サビ終わりで感想になりますが、ミンチョの危機迫るギフとアーチャーのゴリラドラムにイントロとは違ってミサさんのベースと小本さんのリズムギターが加わる激しい感想を負けないくらいの大声のちゃんとで答えて B メロに入ります。さえちゃんの何度だってのところの超絶かっこいいバックの演奏とミンチョのギターフレーズを味わっておの進化ロングをして、小本さんのやめられないしやるしかないなのシャウトからのさえちゃんのシャウトをゾクゾクしながら堪能して2サビに入ります。もう本当にここも最高です。当然2サビも踊りまくりながら楽しんで進化ロングして、もう楽しすぎる感覚と2ヶ月ぶりのこの高揚感ありがとうと感じながらサビを楽しみました。サビ終わりで小本さんのソロからミンチョのギターソロです。このギター指定のソロつなぎも最高です。ミンチョの超絶かっこいいギターソロも堪能してオチメロに入ります。短いオチメロを手拍子で答えて、サイちゃんのシャウトからラッサビです。何回見て聞いても冒頭のアーチャーのバスドラブレイクは痺れます。本当に最後なので手を振って手で輪っかを作って踊ってシンガーロングして最後のレディートロックのサビを堪能します。サビ終わりから最後のメロに入ってもう終わってしまうと思いながら、サイちゃん小本さんの歌声、ミサさんのベース、ミンチョのギターリフ、アーチャーのドラムをかみしめて、最後サイちゃんの湧き上がる欲望で曲終わりとなって、サイちゃんのありがとうの叫びが上がって大歓声となります。大歓声にかぶせるように最後の吹き鳴らしになって、サイちゃんがめちゃくちゃ叫んでいるのですが、こっちも興奮してほとんど聞き取れませんでした。多分バンドメイドでしたとか、またお会いしましょうとか叫んでくれてたんだと思います。書き鳴らしが終わって小本さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様、この後もいっぱい楽しんでくださいぽーバイバイ最高ぽーの挨拶でバンドメイドのステージは大盛り上がりで幕を閉じました。メイドさんたちがはけるときはスタンドからありがとうの叫びが飛び交ってました。超久しぶりのバラード系というかミドル曲のデイドリーミングも聴けましたし、本当に完璧な瀬取りだったと思いますし、完全に大御所バンドと言っても過言じゃないくらいのステージでした。お帰りなさいませご主人様お嬢様、バンドメイドですぽー。初めてのライブアズマでの出演を終えましたぽ。ありがとうございましたぽ。もう初尽くしな私たちにとってはフェスとなりましたぽね。初福島、そして初ライブアズマ、初スタジアムもうすごく全部がね素敵な会場だし、暖かい空気、そして爽やかな風、そしてご主人様お嬢様皆様の素敵な熱狂を聞けてね、曲をねやるごとにどんどんたくさんの方が見に来てくれてね、嬉しかったですぽね。どうでしたかぽ？気持ちよかった。わかる。気持ちよかった。晴れてよかったね。よかったぽーね。この後はね福島の美味しいものをたくさんみんなで食べて乾杯したいと思いますぽ。また福島来たいですぽー。バンドメイドでしたぽ。ありがとうございましたぽー。でも余韻に浸っている場合ではなく、場所を譲っていただいた INI ファンのお姉様方に場所を空けて、後ろからさらに押し寄せてくる INI ファンの女性を避けながら会場の出口へと向かいます。今度は逆にお嬢様お名士様を後ろにして、私が先頭で隙間を見つけながら脱出します。なんとか脱出できて人心地ついたところで、周りのお名士様たちとすごかったステージの余韻を楽しみます。完全に体力を使い果たした感じでしたし、脱水症状みたいにもなっていましたので、人工芝に腰を下ろして少し休みました。私はここで一旦東ステージを出て、せっかくなのでちょっと福島らしいものを食べようと、マスカット飴が美味しそうだったので買って食べて、喉の渇きを潤すためにレモンサワーを飲んで再度東ステージに戻ります。次の歴史さんは初見だったのですが、見るべきとも言われてましたので、後方から歴史さんのステージを見ることにしました。結論から言うと本当に残ってみてよかったです。めちゃくちゃ面白いし楽しいし盛り上がりました。前方の INI ファンの女性たちとのやりとりも面白かったですし、イルカとか稲穂とか最高でした。野外フェスにぴったりのバンドだと思いましたね。
歴史さんのステージも思いっきり楽しんでここで帰ることにしました。大満足でシャトルバスに乗って臨時駐車場まで行ってレンタカーで白石蔵王のホテルへ戻り、お名手3人で居酒屋で打ち上げをして閉店の10時半まで楽しみました。やっぱり今回のフェスもものすごく楽しかったです。 X のポストを見るとまたメイドさんたちを発見した人たちがたくさん増えたようで嬉しい限りですし、 INI のファンの方と思われるポストにもバンドメイド良かったみたいなのが結構ありましたね。本当に来れてよかったと思いました。なお12月くらいにこのライブアズマの放送が福島テレビで放送されるようで TVer でも見られるみたいですので、それも楽しみです。次回の私のお給仕帰宅はいよいよバンドメイドツアー2025のファイナルラウンド初日となるナンバー8でのお給仕です。ニュー EP のスクープ発売後初となるお給仕でもありますし、地元大阪での開催ということで楽しみすぎます。マッシブの発売やプレゼントパーフェクトの MV 公開、タワレコでの楽器展示とか、いきなり慌ただしくなってきたメイドさん界隈ですが、とにかくまずはスクープを聞き込んで準備万端で帰宅したいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。それではまた次回。